こんにちは、佐々和馬です。今日はライブスコーププラス、ライブスコープの、新しい新年出てきました。今日はそのファーストインプレッション動画を撮っていきたいと思います。ライブスコープ、LVS32 ですね。からこのライブスコーププラス LVS34 と変わるんですけど、まず大きな違いが3段の発射面があったと思うんですけど、そこが元のやつが大体10センチぐらいが、今回のライブスコーププラスに関しては15センチと 1.5 倍になっています。で、そこが大きくなったことと、その振動子ですね、中に組み込まれている振動子、振動子も 1.5 倍の発射するところが 1.5 倍になっています。なので今までよりも、かなり小さいものまで、映るようになっています。では実際に、映像を見ながら確認していきたいと思います。じゃあちょっと実際にルアーを泳がせてみたいと思います。まずは一番映しやすいアラバマリグからいってみます。ちょっと浅すぎる気がするけど。あ、来た。あ、めっちゃでかいな、こっちが。同じ方向向いてるよね。お、本当だ、死んでた、やべえ、ヘッドも映ってる。あと水かいた後もなんか残像みたいなの出てる。32と34、プラスとライブスコープですね、を見比べながらやってるんで、元使ってたライブスコープ壊れてるんじゃないかと思うぐらい映りの差が大きいです。で、特にアラバマって結構集合体なんですけど、それでもなんかちょっと分かれてる感じで映ってるんで、小さいものがより映るようになってるんですけど、やっぱりその分解能っていうのはちょっと上がってるんじゃないかなと思います。はい、さっきはですね、ライブスコープにとても映しやすい面積が大きいアラバマリグっていうルアーだったんですけど、今度は、かなり小さくしました。こう小さくしてもルアーがしっかり映るか試してみたいと思います。さあ、この水深では映したことがないな。ですね、今6メーターのとこありますね。これかな。シンカーと、下がシンカーですね。ダウンショットです。ちょっとね、ロングリーダーダウンショットにしておきました。重りタングステンです。
はい。さっきのアラバマリグと同じ設定で 10m でダウンショットを映してみたんですけど、しっかり映ることが分かりました。で、今度は、この 10m からこの距離を伸ばして30mぐらいにしてみます。ちょっとね、映しやすい場所ではないんですけど、まあ、検証のために試してみたいと思います。まあ、ちょっと、遠いんで、まあ、まずは映しやすいアラバマリグから行ってみましょう。水面引きですね。2mですね。ちょっと上すぎたかな。このでも激浅でかなり強くなってる。シャローにこれ強いと思います。ライブスコープもそうだったんですけど、ライブスコーププラスも、前方ダウンでパースペクティブっていうこの3つの機能を使うことができるんですけど、もともとの新度紙にこのパースペクティブマウント、新しいパースペクティブマウントですね、がついてきます。じゃあ実際に、変えてみます。今、前方になってるんですけど、このパースペクティブに変えます。見えるか、白い線があるんですけど、前方ダウン、パースペクティブとそれぞれに白い線合わせられるようになってます。これをね、ここに合わせる。で、シャフト側にもこれと同じようなのがあって、それも白いやつに合わせてあげる。それとこうやってパースペクティブみたいな、こうやって簡単に調整することができます。では今度は、パースペクティブモードでアラバマリグを、投げてみたいと思います。結構ね、ちょっとボトムが硬い感じなんで、岩とかゴロゴロしてるんで、通常だと多分映しづらいです。でもちょっと検証のためにやってみます。わかります？わかります？どれかな？ちょっと左来すぎた。傘になってますね。今までのライブスコープに比べてかなり浅い方が映ってます。僕が今まで見てきた感じだと、LBS32 ライブスコープだったら、この、遠めのところ、遠くなってるところ、多分真っ黒で消えちゃうんですよ。届かないんですよ、ビームが。そこまでしっかりビーム届いてるっていう、印象ですね。今までよりも浅い方見えるようになると思います。で、今、アラバマリグやってたんですけど、アラバマもね、上から見たような感じで、傘みたいな感じで、しっかり映ってたんで、ここもね、分解能が上がってるっていう要因だと思います。桟橋の脇でずっと今やってたんですけど、さすがに浅すぎるんで、もっと他にいろんな映像撮ろうと思うんで、船で沖に行ってみたいと思います。でも今なんかもう今感度一緒なんですよ。ちょっとね、感度上げてみたんですけど、今度深いとこ来たんで、わかりますかね、このザラザラ映ってるノイズっぽいやつが、ちょっとね、映り、抑えられますね。プラスの方。70今5まで上げてみたんですけど、前のライブスコープだと、そのオレンジ色のこのザラザラってしたやつが、結構今出てます。今ね、2つ周波数近いんで、干渉し合ってるんで、こうなんか、音波みたいなバーって出てるんですけど、そのザラザラしたやつはちょっと、なんだろうな、結構抑えられてます。他のところの感
設定も一緒ですけども、これ出てないんでかなり綺麗に見やすいかもしれないですね。でも全然綺麗ですね。今分かりやすいかもしれないですね。さっきは、何もないフラット。なんだろうな。割とやばいフラットで撮ってたんで、まあ、それでも、その中層になんかこう、ザラザラっとしたこうオレンジ色のが出てたんですけど、で、今度は溶岩絡めていました。溶岩絡めてちょっと感度高めにしてるんですけど、溶岩絡んだんで、さらにこの、なんだろう、ノイズって言えばいいのかな、オレンジ色のが、ザラザラしたのが出てきてると思うんですけど、同じ設定です。同じ設定で、ライブスコーププラス LVS34 の方だと、かなり綺麗に見えてます。これ全然変わったんじゃないかな。はい。なんだろうな、ノイズに強くなったと言えばいいのか。やっぱこういう硬いものがあったりすると、それにから結構、なんかね、出ちゃうんですけど、かなり抑えられてますね。かなりこれは見やすくなると思います。やっぱり魚もそのストラクチャーの周り、特に僕らだとブラックバス釣りだと思うんで、ストラクチャーが好きな魚なんで、ストラクチャーの際とかで映ることが多いと思うんですけど、そういう際のところでこうノイズっぽいのが出ちゃうと見づらいというか見分けづらくなっちゃうんですけど、ここまで綺麗になるとすぐこういうストラクチャー際でも見やすくなると思います。ここはだいぶ違いますね。かなり綺麗です。かなり綺麗ですね。いや、これ設定同じだよな。本当に綺麗になったな。いたなんか。今ね、魚映ってますね、これ。多分岩から離れてるの。多分魚だと思うんだけどな。ぽい。点々2つですね。今ちょっとね、こっち外れちゃったんですけど。難しい。ここ今いますね。ブレークのところにいるやつです。バスかどうかはちょっと断定はできないんですけど、こんな感じでね、やっぱストラクションの近くに映るんで、このストラクションの周りでこうノイズが出づらいっていうのはすごく見やすいですよね。そうだよね。今40で見てるのがおかしいもんね。普通40で見ないもん。違和感なさすぎて40で見てた。今沖の方から来たんで、40メートルにしました、距離を。沖の方だとこういうストラクチャーとかあんまりないんで、で、背景になるものっていうか、周りに硬いものって少ないんで、めちゃくちゃ遠くまで飛ばして、感度もバンバン上げて、で、魚ぐらいしかいないんで、すごく映しやすいんですけど、今度、浅い方に、溶岩の尾根の方に来たんですけど、今までだったらさっき言ってたノイズっていうか、ザラザラしたものがね、いっぱい映っちゃって、見づらくなっちゃうんで、気になっちゃって、距離縮めたりとか、あと魚を映してたんで、魚をもうちょっとはっきり映すために、距離を縮めるっていうことを、普段はするんですけど、今ね、変えなくてもずっと綺麗に映ってたんで、40のままにしてました。そのぐらいちょっとね、綺麗に映ってます。今めちゃくちゃ感動してます。なので今度は、20メーターに距離を縮めて、もうちょっと魚を大きく映るように映してみたいと思います。いいですね。いいですか。ただ、いた。後ろで発見してくれるっていう。今映ってますね。これ、岩の隙間にあるの分かります？こいつです。わかりますかね。ゆっくり動いてってる点、これが魚ですね。割と大きいです。そんなにちっちゃくはないです。今ね、消えちゃいましたね。隙間なんで、開いた。ここに、これとこれですね。ちょこっとね、ビームの向きが違うんで、少し全く同じように扱いなんですけど、こういう、溶岩ですね。溶岩ベタベタにひっついてるやつが映ってますね。はい。じゃあ、今度はルアーですね。沖の方せっかく来たんで、どのぐらい遠くまで映るかっていうのを試してみたいと思います。まずはアラバマリーグからです。一応同じ場所にはつけてるんですけど、
若干だけずれてるんで、で、遠くになるとそのずれがすごく大きくなっちゃうんで、ちょっとね、エレキ振るような感じになると思うんですけど、ちょっとストレスになるかもしれないですけど、そこはちょっとご勘弁してください。ということで、投げます。何メーターいったかな、今。30メーターくらいいってますね、これ。どこだ。一応どっちも映る。どっちも映るけど、やっぱ濃いめに映りますね。ライブスコーププラスの方が。やっぱアラバマだったら30は余裕かな。こっちか。ちょっとこのぐらいか。32メーターぐらいでしたね、今ので、飛距離が。30も飛ばすとやっぱアラバマもちょっとね、映りが薄くなるっていうか、見つけづらくなるんですけど、やっぱり2つ画面比べながらこうやって探してたんですけど、やっぱりライブスコーププラスの方が先に発見できますね。濃くバーンって出てくれるので、やっぱ見つけやすいです。はい、じゃあ次はライトリグですね。ダウンショットいってみましょう。はい。さすがに30メートル飛ばないから、なんかな。で、プラスの方見てたらなんか壊れたんじゃないかと思っちゃうの、こっちが。映りおかしくなったんじゃないかって思っちゃいますよね。壊れてないんですよ。壊れてないんですけど、もうなんか映りが違うから。全然発見楽ですね、やっぱり。やっぱライブスコーププラスの方が圧倒的に見つけやすいですね。なんか前のライブスコープだと、これかな、これだわっていうぐらいですけど、プラスだったら、これっていう感じで、なんかパッと見えるんで、うまく説明できないです。いや、見つけやすいです、やっぱり。こういうちっちゃいルアーを映したいとか、遠くのものを映したいってなったら、必然的に感度はバンバン上げていかなきゃいけないんですよ。じゃないとビームが届かなくなっちゃって、でも感度を上げていくと、こうやってちょっとザラザラしたものがどんどん強くなっていって、生命線かけてくるんですよ。そこがそのプラスの場合だと、感度を上げていっても、出てくるノイズみたいなザラザラしたのが結構出てこなくて、なんで特にライトリグやって感度バッて上げて遠くで打つとかっていう時にもすごくこれから使いやすくなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあせっかくなんでジャークウェイト持ってきて、ジャークウェイト取ろうかなと思います。ジャークウェイトもね、要は止めたりするとすごくまた映りやすいのでライブスコープで映しやすいルアーの一つっちゃ一つです。そっか、さっきより飛ばすから。お、きれいに飛んだ。30メーター以上飛んでますね。勝負に。見るかな、今ね、取り出してる。ライブスコープ映ったか。撮れてるか。この動いてる時の明瞭さ伝わるかな。
かります？動いてる時もなんかすごく伝わるかな何回か撮っときますかそうっすよね多分どれかは使えると思うんですけど、これはね今プラスでガッツシ当ててるって感じですよね。巻いてる時もすごくビシッと映るんですよ。なんだ一応今度はライブスコープがっつりいきますねどうですかね、こんな感じですね。もうそもそも周りがザラザラしすぎててちょっと見づらい。感度上げたんでね、さっきよりは映ってるんですけど、まあ多分プラスの映像とこれを比較してみてもらえれば、違いは一目瞭然かなと思います。まあこんな感じですね。ということで、ライブスコーププラス、LVS34 と従来のライブスコープ LVS32 を1日に比べてみました。まず、浅いところにすごく強くなってるっていうのを最初に感じました。一番最初にね、浅いところでチェックしてみたのでやっていたんですけど、今までだったらちょっと飛んでなかったかなっていう、そのところまで飛んでる。一番浅いところっていうのがビームの最後の方になっちゃうので、やっぱり、パワーがないと遠くまでいかないんですけど、そこが、まずカバーできてるっていうのが一つ感動したところで、で、ノイズって言えばいいのかな、砂嵐みたいなのがこう、ざっと出ちゃうんですけど、感度が高すぎるとき、例えば、沖で感度をすごい上げましたっていうときとか、あとは硬いものがいきなり近くに現れて、それでノイズが出ちゃいますっていうことがあるんですけど、そのノイズというか砂嵐がかなり抑えられてました。やっぱりバス釣りってストラクチャー周りで釣りすることが多いと思うんですけど、そういうストラクチャーの周りとそういうノイズが出ちゃうと、そこについてる魚って結構見づらいと思うんですよ。その魚をしっかり明瞭に見ることができる。で、今だと中層の釣りっていうのがすごく流行ってるというか、使われる方多いと思うんですけど、中層でやるときも要はサイトフィッシングみたいになるんで、飛ばせの釣り、ライトリグとかルアーをどんどん落としていくと思うんです。で、その落としていくときに感度上げすぎちゃうと砂嵐出ちゃって、遠くだとかにアプローチしたときにルアーが見えないみたいなことが多いんですけど、ノイズがかなり抑えられてるんで、そういうライトリグとかすごく遠くまでやるっていう時にめちゃくちゃ見やすくなってます。これはかなり武器になるんじゃないかなと思います。今日ね、もう同時に2つ従来のライブスコープとこのライブスコーププラス見てたんで、もう途中からもうライブスコープで探してるとちょっと見つけづらい。ライブスコーププラスだとパッと出てくる、綺麗に出てくるんですけど、見つけづらくなってくる。もう今日半日も使ってないんですけど、それだけでもうちょっとストレスを感じるくらいなので、僕の中でもうライブスコーププラスしかないかなって今なってます。一言で言うと、もうライブスコーププラスが間違いないです。絶対これです。すいません。本日、新型ライブスコーププラスの、取材に参加させていただいたんですけれども、旧型と見比べてもうくっきり見えるなという、自分みたいな一般グラーの目線から見ても、差が分かるぐらい、違いがあって、自分普段レンタルボートで釣りすること多いんですけども、ちょうど旧型の調子がちょっとよろしくないので、新型も早速買って使いたいなというぐらい差を感じられました。はい、今日 LVS の34、新しいライブスコープの新年ですね。こちらを今日使わせていただいたんですけども、まずめちゃくちゃはっきり映るようになりました。今までのライブスコープ LVS32 も、すごい衝撃的だったんですけど、それがより細かく鮮明に映るようになったので、これはかなり武器になるんじゃないかなと思ってます。特に浅いところとか、今まで結構ほぼ使いにくかったんですけど、今回の LVS34、こういう浅い 1.5 メーターとかでもはっきり映ってたんで、シャローでの新しい使い方っていうのも見つけれるんじゃないかなと思ってます。今年はこれで頑張って勝ちたいと思います。
そうですね、新型ライブスコープということで今日はじっくり見せてもらったんですけど、僕今トーナメントというかガイドとか、あとはもうそうイベントとか系統で今もライブスコープしっかり使わせてもらってるんですけど、とにかく新型を使って思ったのは、前の方っていうのはやっぱ霞とかメインでやってるとどうしても浅いと映りきらないところがすごい多かったんですね。でも今回は、シャローがすごいはっきり見えるのが結構一番のキーじゃないかなと思って、これだったら霞とかああいうシャローのフラットとかもしっかり映るし、あとですね、エッジがすごい出るんですね、映った映像の。なのでその角がしっかり出るってことは、ここ河口湖なんで溶岩帯だから余計なんですけど、その魚とストラクチャーの分離が今までも見えてたのでよりはっきり分離するんですね。だから魚の見える数が増えてくると思います。特にリザーバーなんかだと立ち木の中に入ってるやつって、ね、やっぱ分離すると実はバスだったってことがすごい多いんですね。でバスが動かないと分かんなかったところが今は動いてなくてもしっかり分離してるんで、魚かストラクチャーの区別がつくってことは見える魚の数が増えるんで、そんだけね、有利っていうのは間違いないと思います。ちょっと参りますね。これは新しい方が絶対的にいいんじゃないかなとしかちょっと言いようがないぐらい差がはっきりしてます。